はじめまして、今回ジブリの新作「仮暮らしのアリエッティ」を監督することになりました米林弘正です。石川県出身の36歳です。会社ではマロというあだ名で呼ばれています。新人歓迎会の時に「お前はマロだ」と言われて以来、ずっとこの呼び方で定着しています。なんでジブリに入社したかと言いますと、学生時代にアルバイトでアニメーターを少しやっていたんですけれども、そんな時にスタジオジブリの「耳をすませば」を見て、こういうフレッシュなすがすがしいアニメーションが作れたらいいなと思って入社しました。で、この作品の監督をやってくださいというふうにお願いされたのが、ちょうどスタジオジブリの、新人の入社試験をやっている時でして、もう僕はそっちの方で試験官はしていたんですけど、頭がいっぱいだった時に、ちょっと2馬力に来てくれというふうに言われまして、そこに行ったら鈴木さんや宮崎監督や星野社長などそうそうたる担任が並んでいて、話があるとかですね、なんだろうとか思ってたんですけれども、次の作品の演出をやらないかというふうなことを言われまして、何を言ってるんだと、ありえないだろうというふうに思ってたんですけれども、その時はちょっと僕だと監督というのはもうちょっと考えが世間に対してこういう何かを言いたいことがある人がやった方がいいんじゃないかなと思ったんで、そういう主義や主張が別にないので無理ですっていうふうに言ったんですけれども、いやもうこの原作にそういうもの入っているから大丈夫だって言われて、とりあえず原作はこの「床下の小人たち」という、イギリスの、メアリー・ノートさんが書いた、作品なんですけど、この中に全部入ってるから大丈夫だって、これはとりあえずこう読めと言われて、試験の最中でそっちの方がで頭がいっぱいだったんですけれども、とりあえず読んでみたらこれがとても面白くて、でもやっぱり読むと、ここはこういうふうにしたらいいんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃうんで、試験の最中だったのでそっちの方に頭を持っていかなきゃいけないと思ってとりあえず置いてたんですけど、宮崎さんや鈴木さんが読んだのかとか早く読めとかってせっつかれまして、それでとりあえず読んでどうなんだと、やるのかって、どうなんだってじゃあやるしかないのかなというふうにお願いした準備に入ったんですけれども、新人絵コンテも書いたことがないし演出もやったことがないので、もうどうなるかわからないです。どうなるかわからないけれども、もしそのやってる過程でどうしてもダメなようだったらさすがにダメだというふうに言われるだろうと思ってとりあえず作業を進めたんですけれども、今に至ってまだ監督を続けています。今回のこの作品には、原作がありまして、床下の小人たち、イギリスの児童文学作家のメアリー・ノートさんが書かれた
物語なんですけれども、これは35年前に宮崎監督がアニメーション化しようとしたんだけど叶わなかったという経緯がありまして、今回この作品を映画化することになりました。この床下の小人たちなんですけれども、この人たちは仮暮らしというふうに原作の中で出てくるんですけれども、床下で暮らしていて、上の住人のものをちょっとずつ借りてきて、自分の生活の中に取り入れている、角砂糖を取ってきてそれをお茶に入れたり、また別のものをちょっと借りてきて何かを作ったりとか、そういうふうに自分たちで創意工夫をして、生活している、そういう、自分たちで工夫しながら生活をしているということが、今現代のいろんなものが簡単に手に入れられる世の中で、魅力的に感じられるんじゃないかということで、原作だと、舞台はイギリス、100年前のイギリスなんですけれども、それを今回の作品では現代の日本に置き換えまして、原作ではなかった小人の少女と男の子のラブストーリーとか、そういうところを膨らませて面白い映画にしていけたらいいなと思っています。今回脚本を宮崎さんと丹羽恵子さんが、書いてくれたんですけれども、この脚本がとても面白くて、これはいい作品にしたいなというふうに、思いました。登場人物が、床上の、人たちが3人で、床下の小人たちが3人と、基本的に6人だけしか出てこないということで、キャラクターが少なくて、あと場所がその小人が住んでいる床下とその家と庭と、そこだけが舞台なんですけれども、そこの中で活躍している人たちを限られた人数と限られた場所の中で、物語は展開していくんですけれども、そんな中で、それぞれのキャラクターが個性を持って、生き生きと動いてくれたらいいなと思ってキャラクター設計をしました。まず小さい人っていうのをいかに絵物語というかそういうものじゃなくてリアリティを持って描くかというところが課題だったんですけれども、原作などもそこは面白いんですけど、小人だからといって特別な魔法を持っているとか特別な能力を持っているとか、そういう人たちじゃないんですね。サイズが10センチぐらい小さいというだけで至って普通に生活している、そういう人たちをいかにリアリティを持って想像できるかなと思っていろいろ考えたら、手のひらの上に乗ってたら暖かいのかなとか、こんな絵を描いてみたり、小さい世界から世界を見たらどういうふうに見えるんだろうとかね、こういうイメージイラストを最初の頃にいろいろ描いたんですけれども、そんな中でどうしてもアリエッティのキャラクター主役なんですけど、どういう子なのかっていうのが
なかなかつかめなくてすごい苦労したんですけれども、ある時これか、なんかキャラクターがね、なかなか個性を持ってこなかったんですけど、何かもうワンポイント付け足せばうまくいくんじゃないかなと思って思いついたのが、この頭に洗濯バサミを挟んで髪の毛をアップにして留めているという、この絵が描けた時にアリエッティがこれでいけるんじゃないかなと思って、これを宮崎さんに見せた時にすごく気に入ってくれて、これでいけるんじゃないかなと思って、そこで初めての物語というかアリエッティ像がようやくスタートしていけそうかなというふうに思いました。そういう意味でこのデザインを最初に思いついた時は一つの大きい一歩だったんじゃないかなと思うんですけれども、でここからやっぱり物語を進めていくと、やっぱりこの要素だけじゃなくって、やっぱり妖精としての要素も欲しいなとかいうふうに思いまして、これはアリエッティが髪の毛を下ろしたバージョンなんですけれども、全然イメージを変えてみたんですけれども、こちらはちょっと子供っぽくて快活な女の子で、髪の毛をいざ仮暮らしに出発する時に髪の毛をさっとこう束ねて、コスチュームも変えたり、そういうことをすることによって少ない登場人物の中で一人一人のキャラクターのいろんな面を見せていきたいと思っていたのが、こういうふうな形で同じ人物だけれどもいろんな面があるっていうところが見せていけたらいいなというふうな形で、キャラクターを設計をしています。この作品は、アリエッティのお話なんですけれども、まずこのアリエッティが魅力的に描かれなければいけない。この人たちは、これは言ってなかったな、人間に見つかっちゃいけないんです。人間に見つかってしまうと追い出されてしまったり、捕まえられてひどい目に遭ったりするというのでね、人間に見つからないようにこっそりと生活している。そういう中でアリエッティという女の子はいろんなところに冒険に行きたくなる、そういう私はどんどん行くわとかね、そういう感じの女の子なので、そのタブーをちょっと超えてしまって男の子と出会ってしまう。その男の子というのがこの舞台となる屋敷なんですけど、ここに短い期間だけ滞在することになった男の子なんですけど、その子と、出会ってしまう。でアリエッティとは全く違うキャラクターの男の子に出会って、ここでアリエッティはびっくりしてしまうわけなんですけれども、この2人のキャラクターがうまくいけばこの作品はうまくいくかなというふうに思ってて、この2人の造形をまず重点的に考えました。この少年が
アリエッティとともに、この物語の、主人公だと言ってもいいと思うんですけど2人の、アリエッティと共に行動する男の子翔くんです。彼は、病気がちで家庭的にも恵まれていないで心に傷を持っているそういうアリエッティは床下に住んでいるんだけれども温かい家庭がある。翔くんはそういうものがない。この2人が出会うことによってこの翔くんの心が解放していくようなそういうお話になったらいいかなと思ってたんですけれどもこの2人がもうサイズが全然違う。彼女は10センチの小さい人、翔くんは普通の12歳の子供、アリエッティは14歳の女の子。すごく小さいんだけども自分より年上のお姉さんってところもこの物語の面白いところだと思うんですけれども。この2人をどうやって対等な関係にするかというのがやっぱりテーマでしてやっぱり最初に考えたようなこういう構造手のひらの上に乗っているとかそういう構造だと対等にならない。やっぱり愛玩物になってしまう可能性がある。フィギュアを眺めている時のようなそうなると、対等な人間でないのかもしれないですけど、キャラクターとしての対等にならないんじゃないかということで彼は彼女をになかなか近づけない。そこにいるんだけどもそこでこういうふうに上から見てしまうと対等にならない。どうしたらその画面の中でアリエッティと翔くんを、対等なキャラクターとして見せるかっていうところが難しいところでしたけれどもアリエッティは小さくても元気でどこにでもこう行ってしまう女の子。床下の家に住んでいるんですけど外に出て人間に見つかったら、追い出されるかもしれないんですけども、親には内緒で外に出て行ってそこで自分の時間を過ごすとかねそういう枠に収まらないようなところのある女の子なんですけども彼女はとても肉感的に動いている。映画の中でこの屋敷の何ですかね屋敷の、ここのツタの部分を登っていって、翔くんの部屋に会いに行くなんていうくだりもあったりするんですけれどもこういう肉感的に動いている様子当然彼女も魔法は使えないのでこう羽を広げてこう飛んでいくなんてこともできない。自分の手足を使って登っていかなきゃいけない。キャラクターをちょっと説明しておいた方がいいかな。主に活躍するのはこの2人なんですけどもそれ以外にもとても魅力的な人たちが登場するんですけれどまずはそのリエッティの家族これがお父さん
父さんはもう狩りの、昔からずっと狩りをしていて狩りの、達人なんですけれども、このような大きい仕事道具を背負って見えますか、背負って、床上の人間たちの暮らす世界に行って砂糖を一つ持ってきたり布のきれいを一枚ちょっと借りてきたりと、そういうことをして、家族の生活を、支えてくれているんですけれども、今の日本だとなくなってきつつあるものがこの床下の家にはまだある、そういう世界になったらいいかなと思っています。で、お母さんなんですけど、お母さんはその床下というと暗くなりがちなんですけれども、そうはしたくないというのがありまして、アリエッティはお父さんに対してはすごい尊敬した感じできっと身が引き締まるところがあったりするんだけど、お母さんとは普通に言い合ったりするような、そういう温かい感じが出たらいいかなと思っています。床下の家なんですけれども、こちらが、アリエッティやお父さんやお母さんが住んでいる家です。とても温かみのある絵です。崖の上のポニョの美術監督をやった吉田昇さんが描いてくれてるんですけれども、とても彼のキャラクター性が出た温かい家になっていると思うんですけれども、このように植木鉢を暖炉にして、ここに真ん中に火が灯ってるんですけど、これはガスも上の住人から借りてきている、水道もちょっと切れ込みを入れることができるかどうかわからないんですけど、そこからポタポタと水をちょっとだけ、もらって生活していたりするんですけども、そこでせせこましく生活しているかというとそうではなくて、ちゃんと自分たちでこういう鍋ややかんはないか、鍋とか皿とかは自分たちで作って、お父さんは家事もやる人なんですけど、カンカンとね鍋を作ったりフライパンを作ったりして、当然木を削ってタンスを作ったり椅子を作ったり、そういう文化的なことをやっている、もう全てお父さんの手作りの家である。ここに物語の後半でとんでもないものが挿入されるんですけど、そこは映画でお楽しみということなんですけれども、小人の世界、小さい世界と、人間の世界というものの差みたいなものが出せたらこの映画は面白いだろうなというふうに思っていて、これは何かな、美術監督の高松君が描いた庭なんですけど、こうやってパンするんですけど、そう、この庭を舞台にお話が進んでいったりするんですけど、これは人間の見た世界です。人間の見た世界で世界が美しく輝いているとかって、そういうところも
見せたいし、あともう一つ人間の視点とは別に、小さい人たちアリエッティたちの視点から視線から見た世界というものも美しく描けたらいいなと思って、これはなんかここは通気口、床下の通気口なんですけど、そこからアリエッティが出てきて向こうに歩いていて、向こうのツタの葉っぱを登って将軍に会いに行くなんていうシーンなんですけれども、手前にこのように蜘蛛の巣に水滴がついているのが光っていたりとか、水滴も人間サイズではないような感じの大きいサイズで見えていたりとか、葉っぱも傘のような葉っぱがたくさん重なっているとか、そういうような普段我々が見ることのない世界が画面の中で美しく描けたらいいシーンになるんじゃないかなというふうに思っています。床の上の住人なんですけれども、彼はこの屋敷に短期滞在しているんですけども、そこの住人である家主である貞子さん。貞子さんは、翔くんのおばあさんのお姉さんにあたる、お姉さんじゃないか、おばあさんの妹かな、おばあさんの妹という関係、親戚なんですけども、そこの家に預けられる。翔くんのお母さんは仕事で海外に行っていて、一緒にいることができない。こういう、人たちの中で、物語は進んでいきます。この真ん中の人はお手伝いさんなんですけど、見てわかるようにちょっと何かしそうな感じのキャラクターなんですけれども、彼女は後半活躍するんですけども、そこはお楽しみにということです。自分自身の仕事なんですけれども、千と千尋の神隠しの時に初めて、原画を担当させていただくことになったんですけど、それまでは動画として3年ぐらいですかね、3年間ぐらい動画でやっていまして、千と千尋で、初めて原画を、することになったんですけども、その時のシーンが、最初の方でお父さんが春巻きを食べたり、勝手にそこら辺に置いてあるものをバクバク食べたり、するシーンなんかを担当させていただいたんですけれども、やっぱり宮崎作品だと食べるというアニメーションは結構キーになるかなと思ったので、いかに美味しく食べてるかとか、美味しそうに食べてる感じとか、勢いよく食べている感じなんか、そういうのを新人なりにいろいろ考えてやっていたなというのは思い出しますけれども、もちろん僕が原画を描いた後には安藤さんの修正が載ったり、宮崎さんの修正が載ったりしてこの描いたものそのままが画面になっているわけではないと思うんですけれども、でも一番最初に原画をしたシーンということではすごい印象に残っている、シーンです。千と千尋ではあと何だったっけな、顔なしが湯屋に入ってくるところですかね。当時僕顔なしって呼ばれてまして、なんかぼーっと立ってる様子が
顔なしに似てるからとか言ってね、顔なしっていうふうに呼ばれていたんですけど、そういうのも思い出します。ハウルの動く城ではハウル登場のシーンかな。ソフィーが裏路地を歩いているとハウルが、やってきてソフィーの肩に手を置いて行こうみたいな感じで、ちょっとキザなシーンなんですけど、そういうシーンを担当させていただいたり、あとハウルでは崖の下にソフィーがこうあーって落ちてて、下でペタンって座りながらハウルが死んじゃったらどうしようってこうってこう泣くシーンなんてのを担当させていただいたんですけれども、泣く芝居っていうのも、難しかったですね。その感情がこうぐっとこう溢れてくるなんてのを、一応書いたんですけども、あそこのシーンの涙の表現はなんかすごい表現になってるんですけど、あれは宮崎さんがやったことです。僕のものからだいぶ修正されたああいう風な表現になっているんですけれども、感情をなんかアニメーションとして表現するときに、どういうふうに、したらリアルじゃなくてもその感情を画面として伝えることができるにはどうしたらいいかということを、そういうところでこう考えたシーンではありましたね。地元の家からポニョが秘密の水の力を得て、魚が金色に染まってこう外にこうわーってこう溢れ出して、魚たちじゃないか、妹たちも一緒に逃げ出すんだけど、妹たちは水魚に変身して、巨大な魚の群れとなってこうダーッと出たりするような、絵コンテをこう見ててこうこれどうやってアニメーションするんだろうって思ったところ、じゃあお前がやれとかって言ってとか、大変そうだなと思ったんですけど、アニメーターとしてこうどういうふうな、ものになるんだろうとか、どういうふうにしたらこうそういうすごいなという感じが出せるかなというのをね、こう一カット一カット楽しみに、しながら描いたシーンではありましたね。一カット一カットは魚の量も多いし、エフェクトもいろんなエフェクトを付け加えなきゃいけないので、大変なシーンではありましたけど、アニメーターとしてこのシーンでやったシーンではありますね。ポニョではあとグランマンマレのシーンとかやってるのか、ポニョはやっぱしこうアニメーションがいかに生き生きしてこうの手を動かして描くってところを見せるかという、そういう作品だったと思うんですけど、この作品がなんか僕と相性が良かったみたいで、どんどんこう楽しんで描いていましたけれども、でもうアニメーションっていうのはこう面白いもんだなっていうのをね、こう改めて思った作品だったんですけど、これからもアニメーターとしてどういう表現がしていけるかなっていうのと考えていたんですけど、そんな時にこの話が来てこうとかねどうしていいやだろうとかね、そういうふうに思っていたんですけれども、今回の作品はまたポニョとは全然、感じが違う作品で、キャラクターも基本的にはその静かな映画だと思います。甘くて切なくて、静かな映画だと思うんですけど、ポイントでそういうアニメーション的な面白さみたいなものが出したらいいかなと思ってるんですけど、あと
ポニョはそういうふうな、アニメーションというのは面白いなというふうな思った作品でした。宮崎さんは今回この作品の準備段階でたくさん一緒に考えさせていただいたんですけど、アイデアを出す量とかアイデアを出す速さとかそういうのがすごい人だなというようなことを改めて思いました。映画の中でそのビジュアルアニメーション絵というものがどういうふうに印象に残せるかとかね、そういうようなところにちょっと考え一緒にその準備段階で一緒に考えることによって思ったところですね。あと宮崎さんとのエピソードとかはそんなにいい思い出は別にないんですけれども、本当に新人の時もう入って何ヶ月かぐらいの時に宮崎もう世界の宮崎駿すごいなって思ってる時にちょっとって呼ばれて顔真っ赤にしてあーって怒られたりしてね泣きそうになったとかね、そういうエピソードとか、あとはサンダル履いて半ズボン履いてなんかだらしない格好してたらなんであんなやつ入れたんだとかねそういうふうに言われたりとかね、いやろくな思い出はないんですけれども、でもこうやって一緒に仕事をしてすごい刺激になるって言ったらあれだけど、いろんないろんなことを学ぶことができる人だなというふうに思ってやっぱり言葉がすごいスッて入ってきたりするんですよね。もちろん絵でこうなんだというふうに見せられることなんかもあるんですけれども、そういうのとはまた別に、こういうものはこうなんだからとかね、そういうふうなこういうふうな感じで書けばいいんだからね、言葉によってそうなんだってね、意識のものに対する意識がその言葉によって分かるっていうね、そういうところがある監督だなというふうに思いました。千と千尋の時だったら白が丸薬を千尋の口の中にこうやって入れるんですけど、もう官能的にやってくれ官能的にやってくれっていうと言われて、それまでそういうふうな感じで宮崎作品を見たことがなかったんですけど、官能の人なんだと思ってね、分かりましたとそういうようなことはありましたけど、なんかそういう言葉でそういうなんか物事の感じをすごく表現している人で、いろいろ物事なんかに対する考え方なんかなどにも影響を与えてくれている人だと思います。これはさっき鈴木さんが書いてた僕の似顔絵らしいんですけれども、今日はひげはちゃんと剃ってきたはずなんですけれども、なんかひげのボサボサのに書かれてるんですけれども、多分いつもは
ひげがボーボーに生えてる印象なんだなというふうに思ったんですけれども、そうですね、これが僕の印象だそうです。それでは、まだまだ制作は途中でたくさんやることは残っているんですけれども、出来上がりをお楽しみにしていただけたら良いなと思っています。よろしくお願いします。マロこと米林弘正でした。いいんだろうか。